ここに66のビッグ E があります。501の上にケアインストラクション書いてあります。でフラッシャーも66、これが66の、トップボタン裏も6番、66前期の赤タブはビッグ E です。でこのポケットの内側の裏、ここにいわゆるスタンプが押しています。ここが501で横にですね3番3と書いてある記載がある。これはもう73年ですね。そうですね、73年製造です。73年なので73年頃はこのポケットの裏にスタンプが押しています。で実際こちらの74年頃からサイドに白い紙がつく。ここで、先ほど見たように74年とか、何月ってところまで表記が、あるのがほとんどですが、ちょっとないものがあると。これ73年のビッグ E っていうのが存在するので、70年代ほんと初期で73年頃までは中のスタンプで、74年頃からサイドの紙になって、そこからずっとサイドに紙がついてるというので、一つ年号が分かります。この66前期と言われるモデルはここのポケットの裏がシングルステッチってずっと言ってる、実際なので78年1978年頃からチェーンステッチです。シングルステッチからチェーンステッチに変わるのがちょっとこれも過渡期ですよね。78年にシングルのもあればチェーンステッチも存在する。先ほど言ったようにこの中を501下に606、真ん中の0っていうのはこれ80年を示していて、6月でトップボタン裏が6なので66後期という言い方をします。こちらも、パッチは同様ですね。同じパッチ、これサイズが31の29っていうサイズなので、フラッシャーも同じ、トップボタン裏が6っていうことで一応66の後期という言い方をします。66前期後期の見分け方のがもう一番のポイントはここのシングルステッチからチェーンステッチ、もうここではっきり見分けつきます。66の前期までが、どうしても色がいいっていうふうにちょっと言ってしまいますけど、実際メーカーの方のデッドストック見ても値段が前期と後期で実際かなり違ってくるので、この66後期、31の29若干レングス短いですがフラッシャー付きのデッドで8万9800円、これが前期だったら大体15万ぐらいですかね。そうですね。前期後期で、約倍ぐらい値段の差があると。後期でもいいデッドから履ければいいなっていう方とか買いやすいのかなと。でこれがですね、66さっき前期で66後期が78年から、言い方的に66後期の次はもう本当通常の赤耳という言い方です。こちらに、正直フェイカーのこれだけデッドがあって66後期とその後の赤耳の方が歩数少ないですよね。もうかなり減ってしまってます。でこれはサイズ33の36、これももちろんパッチは一緒です。上に文字が書いてます。でフラッシャーがここから若干文字の入り方が変わってきます。ここのフラッシャーの下に 198D、 これは82年以降ということですね。トップボタンの裏です。こちらがご本人4です。中の印字を見させてもらうと83年3月524、これが524というここから工場の番号が変わってくると。66後期と言われるちょうど78年から大体80年頃までで、それ以降になってくると、先ほど言ったトップボタン裏がもう524とかは表記が変わってくる。そこからあとはもう呼び名が赤耳という言い方になります。そこからもう66と使わないで、赤耳というふうに変わってきます。501といえばもうヴィンテージは絶対この赤耳が使われてますから、これが使われているのが85年頃までということで、もう最後のヴィンテージっていう言い方しますので、赤耳がついてれば、これが最後のヴィンテージかなっていうところで、66モデル、皆さんこの66年っていうのを思い浮かべるのはちょっとこれからは、実際70年以降のモデルのことを66モデルっていう風な言い方をするということで、今回いろいろと細かく解説させてもらいました。佐々さん、他に何かありましたっけ？66後期と赤耳の見分け方でいうと、中の
品質表示のこの紙パーセントが、あー66後期だと 8%、シングルも 8% だし、66後期も 8%、赤耳になってくると 10%、あー 10%、そこが一応66後期と赤耳の線の引き方。なるほ赤タブど。はい。もそれ以前は、赤タブに白いステッチでリーバイスの文字が刺繍なんですけど、赤耳になるとプリントになるんですよ、ああ、なるほど、プリントが。そこでまたそれ以降にまた刺繍に戻るっていうははじゃ流れで、赤耳の時がプリントが多いですね。あ、はあ。これもでもぴったりとはまあ、言い切れない。大体のこう過渡期があるので、このいわゆる先ほどさせていただいた刺繍、赤いタブ刺繍が、赤耳の年代になるとプリントになるそうです。でそこからまた後を、後半になってきてまた刺繍になると思うんですよね。まあ、そういったちょっとこう、まあ、66からちょうど66が終わります赤耳で移るって時にまあそういった 10% だったりとか赤タブが変わるとかっていうまた、デッドでちゃんと見てないとわからないという。さあどうもありがとうございました。じゃあ今日は66モデルの解説ということで締めさせていただきます。ありがとうございました。